デスク以外何もない白い部屋でサラリーマンの男はスマホをいじっていた。人間関係のこじれから仕事に難癖をつけられ、通称追い出し部屋送りになったのは数日前のことだ。当然仕事などなく、あるのはただ時計の針が進むのを確認する作業のみ。会社側としてはこうして精神的な圧力をかけることで男が自ら辞めるのを待っているのだ。最悪の物語。何それ。男が見つめるスマホの画面には奇妙な広告が映し出されている。最悪なのはこっちだよと男はつぶやいた。最近は不穏なニュースばかりだな。六本木での刃物騒ぎや高校での大量殺人、それもこれも不景気だからみんなおかしくなっちまうんだ。ああ、こんなとこ早くやめてえけど。再就職先見つかるかな。電話もかかってこない。メールも来ない。誰も訪れてこない白い部屋。お情けのようにノートパソコンが置かれているが、社内 LAN には繋がっていない。そんな陸の孤島にいる男にとってゲームは暇つぶしにちょうどよかった。シノアリスねえ、多少面白ければ課金してやってもいいかな。金ならあるんだ金ならと言って男はダウンロードしたゲームを進める。するとどことなく気持ちの悪い双子のような人形が液晶画面に現れた。でかい会社ってのはなんでこうも理不尽なんだろうね。実力よりもごますったやつの方が上に行くんだからやってらんないっての。そもそも効率化を図って何が悪い。時間をかけてわざと残業して仕事を片付けるやつの方が評価高いのおかしくないか。そんなの足を引っ張ってるだけだろ。上司は年下の俺に正論言われたのがムカついたんだろうな。でも実際に能なしなんだよな。自分ではできると思ってるっぽいけど。俺が目障りだからってこんないかにもな部屋に押し込みやがって。見てろよ、証拠を集めてパワハラで朗希に訴えてやるからな。とにかく俺から辞めたりはしない。自己都合退職だとすぐに失業給付金が出ないしな。絶対に会社都合に持ち込んでやる。こうして男が追い出し部屋行きになってから1ヶ月、何もない部屋でひたすらシノアリスをやり込んだ男は金に物を言わせて総合値50万超えまで行っていた。これそこそこいいんじゃねえの。短期間で上げた目に見える成果に
男は満足げに鼻を鳴らす。そうして、満を持して、競合ギルドに移籍した。あのキャラ持ってないんすか？人権なのに？ああ、遅れて始めたんですもんね。それなら仕方ないか。復刻、あればいいっすね。スタートダッシュ組のさりげないマウントに、男は憤慨した。何が人権キャラだ！運だけで手に入れたくせに！こういう奴らのせいで、いつも俺がバカを見るんだ！男は目を血走らせ、怒りに任せてスマホの画面を叩き割る。それと同時に、プツンと、男の頭の中の血管が切れた。あまりにもあっけない男の死。その直後、消えた命の代わりとでも言うように、割れた画面から人影が現れる。ああ、なんだここ。塔の中に似てる？見知らぬ空間に放り出されたのは、シンデレラとラプンツェルだった。綺麗だけど、独房みたいな部屋だね。あんた、ここに見覚えはある？いえ、でも、とても高い建物みたい。事情を聞こうにも、こいつ死んでるしな。男の人、生きているうちに出会いたかったわ。まあ、何にせよ、長いは無用だ。このままここにいたら、面倒なことになる。どうして？密室、死体、そこにいる私たち。はい、答えは？私たち犯人じゃないのに。不審な物音に気づいた警備員の足音が徐々に近づいてくる。それを聞きつけたシンデレラはラプンツェルの手を引っ張ると窓を破って飛び出した。塔からの脱出は得意だろ、お姫様。無事に着地した二人は即座に走り出す。あれ何？撮影？街中でコスプレか。今日何かあったっけ？周囲の物珍しげな視線に追われる中、二人は目に入ったレンガ造りの建物に逃げ込むと、そこにあった鉄の箱、電車に飛び乗った。